はい、こんばんは、村岡正成です。今日はですね、干潟にやってきてます。で、今日はね、釣り親父の逆襲メンバーがほとんどかな来るってことで、もうすでにね、みんな展開してるんですけど、ボンさんが来ました。ボンです。こんばんは。はい、ということで、向こうから声が聞こえるんで、早速合流して、うるさい声が。で、今日はこっちのカメラで、俺の周りのトーク、なるのカメラで我慢して撮りつつ、なんかね、釣れなさそうじゃない？釣れないですかね。ハゼはすっげえいるんだけど、いつものイワシ、この白が全く今のところ、ここまで。もう嫌な予感しかしまあ、ないや今、つ。浅いとこね、水があるとこある範囲では嫌な予感しかしてる感じですが、まあ、楽しみましょう。はい。よろしくお願いし2、ま3時間頑張ってきます。頑張ります。今日はビッグベイトで、干潟ウェーディングでメガソール使うの初めて。楽しそう。いつ刺されました？ 10年ぐらい前かな。もうその痛さは忘れないですね。嘘、忘れもう二度とないぐらい。踏みたくないですね。もうこれ痛みが走ったら、もうお家に帰れないと思って、走って上がって走って車まで行きました。そんでそのまま病院に行って、地元の病院に行ったら、処置の仕方が分かりませんと言われて、海の近くで処置してもらってくださいって言われたんだけども、なんとかほじくって消毒してくださいってお願いしてやってもらいました。そんでね、冷やすと余計痛まるんで、ネットで調べたら温めるといいっつうんで、その日はもう温めて、なんとか、もう絶対踏みたくないですよ。ガードとか。その時はね、なんか10年前だと若かったから自信があったんでしょうね。なんか村岡さんもさっき言ったように空想上の生き物だっていう若い時はそんな状態だったんで、もう入った途端刺されたんで、今日も何枚か見てるっつうのは、でももうひらめって言い聞かせた方がいいですよ。一応ガードはガードはガードはもちろんもうノーガード戦法はできませんよ。親父はもう明日がありますから。そうですよね。さっき1回当たったんだけども乗らなかったです。ちょっと釣ってください、ぜひ。もちろんですよ。もう今年初めてのシーバス釣りですから。本当ですか？そんなにいいイメージでしか来てないですから。トップですか？トップさっきはねグースでバイトがあったんで、今ガボッツのちっちゃいのに変えて浅いところに差し掛かったら食ったのかなと思います。なんかでも動きたくないですね、そんな話を5枚も見ちゃったなんて。ヒラメだとは思えない。もう5枚も見ちゃったんだったらもう1年ぶりぐらいですね、シーバス。船で。そう、あれが多分釣りした最後。そんなにお忙しいんですか？ちょっと忙しくてね。お仕事がですか？忙しくなっちゃってなかなか行けなくて。何を作ってるんですか普段？今ね、アパートのリフォーム工事をしてて、それをロフトを一人でやってるんだけども、もうまだ2所帯ぐらいしか終わってなくて。一人でお友達が、釣りのお友達以外は少ないので、大工さんのお友達がいないので、普段は一人。まあもっと大きい新築とかになってくると、材料屋さんにお願いして大工さん来てくださいってお願いするんですけども、人に合わせられないタイプなんで、釣りもそうなんですけども、一人でやってることのが多いので。じゃあフリーランスってことですか？そうですね、自分自で営業仕事を取ってきて、社長？一応社長兼営業兼職人兼雑用兼、大変。だから何でも営業から設計から全部やってるんですけどもね、一人だからあまり儲からないですよ。一人やったら独り占めじゃないですか？独り占めだけども、一人って一人分しか稼げないので、やっぱりいっぱい人を使った方がね、かける10とかだったらね、もうすごい儲かりますので、一人は何かけても1なので、1日決められた金額しか。でも若い頃はね、2倍働こうっていう気持ちで頑張ってたんですけども、もうね、50歳超えちゃったら2倍働けなくて逆に 0.5 倍ぐらいになってきて2日で1日分ぐらいしか進まなくなってきちゃったから。なるほど。まあでも久しぶりに釣りめちゃめちゃ楽しいですね。本当にここに入ってるだけで。もう全然釣り投げて巻いてるだけで普段の仕事を忘れてしまいます。忘れる時間なかったなと思いながら。今日は癒されてください。まあでも釣りたいですね。そうですね。こんばんは。今日釣れないです多分。なんで？だって今日昼からしても全然釣れへんかったもん。なんかもうだってさ、10日以上楽しみにしてた。もっと前か。いつ決まったんだっけ、この話。いつ決まったんだっけ。わかんないんです。私今日知ったんです。
やだってそうだよな。だって当の村岡さんが忘れてたぐらいだよ。はい。ひどいと思う。だって忘れて昼から別のロケしてましたよ。ひどいと思う。はじめ、なんだっけ、19時集合って言われてて、はい。そしたら、栗さんが、無理かもしんない。20時だったらなって言ったら、室岡さんも、じゃあ20時でもいいから、それにしましょう。みたいな感じで。それいつですか？今日じゃなくて？今日じゃない。だから、先月、なんかその LINE でやり取りしてて、で、8時集合って決まったわけ。めっちゃ楽しみだったからさ、はい。朝のうちから実は駐車場に車置いといて、はい。電車で仕事行って、で、歩いて帰ってきて、で村岡さん準備してんなーって言ったら、いや、妙に足早にさ、あったかいコーヒーかなんか買ってタタタタとか言ったら、何やってんだこの人と思ったら、チャリさん何どうしたの今日とかでも本当に真顔でずっと分かんなかったらしくて、で、僕、釣り行くつもりで行ったから話してるのさ、で、とか、チャリさん何してんのとかって言われてさ、はみたいな。今日だってみんなで釣り親父で行くって言ってたじゃんとか言ったら、はそれ来週じゃなかったっけ俺これからなるとボートでロケしに行くつもりだったんだ。ひどすぎる。それでスケジュールにははいロケって書いてあ、なるほど。はある、い。何のロケだか分かんなくなってということでなるとボート乗ろうと思ってたんだ。ひどすぎる。すき家行って帰りでした。危ない。僕ちょうどラーメン食べて、はいテケテケテケって歩いてたから、そこ出くわさなかったら冷えるよね。そうですよ。もうね、ちょっと遠くまで行ってたかもしれないです。危ない。よかった。みんなで体育座りするとこ本当ですね。こんなみんな大集合して、そんな粗相は。ちょっとウケる。久しぶり。でもね、それでね、3355みんな集まるじゃん。はい。一人一人丁寧にね、今日村岡さん何で全部説明してもらった。なるほど。一回は笑うんだけど、誰も、まさかって言わないし、誰も怒らないし、やばいなみたいな。いや、あるある。そんな感じだったよ。よかったです。よかったです。みんなに会えて。そもそも今日はどうしようで、僕ら的にはうん。今日は約束をされた日に集合してる予定なんだけど、うんうんなんか待ち人来たらって、でも魚、なんか誰もまだ今朝に返して、みつさんとこだったみつさんはなんかバイトがあったらしいです。本当ですか？私も見てないけど。それ、ボがつくやつじゃないんですか？どうですかね。ちょっと、にわかに信じがたいな。誰もまだね、変わってないんだ。風はないのは嬉しいですけいや、でもね、快適な時ってさ、あんまりいい釣りしない。ど。うん、確かに。なんかもう、辛いけど頑張るってやってた時の方が、なんかいい気がして。あと1時間はがっつり引くから、そうね、どんどん引く流れで、みんな沖に出ていきながら、流れが残るところに向かって、そう、魚もさ、面的にバーって散らばってたのがぎゅーって集まってくるじゃん。という予定なんだよね。なるほど。そうすると、こう、狙って釣れるようになる予定。まだまだわかんない。チャリさん、この前北海道行ったんですか？いた。僕ね、朝、しあさってまたもう一回行かなきゃいけない。何してるんですか？僕ね、環境調査の仕事って言ったんだけど、この辺で環境調査したらどうかなとか、この辺の場所借りて、こんなことを調査したいなとかっていうのをいろいろとこう作戦を立てて、個人的にはほら、水のあるところも調査したいわけですよ。だから、いろいろと道具いっぱい持ってって。持っていくんですか、一応。最近さ、一緒に仕事行ってるパートナーがね、若い子と一緒に行ってるんだけど、だんだん分かってきて、多重に一生懸命仕事して、ある程度こう、まとまってくる。今日はもう大体いい結果出てるんで、行ってもいいですよ。優しい。いい子だ。いい子。出世する。嘘つけよ。これはあれじゃないの？そういうじゃないの？本格的なことは良くないよ。いや、ほんと。本当に？マジか。すげえな、上手だな。みちさん？あれみちさん。みちさんがヒット。今回ね、あれですよ。この上田、去年の秋から冬まで履いてて、で、今年初めて履くネオプレーンウェーダーなんですよ。で、去年最後に履いた時に、水漏れして、
ちょっとかなりぐじょぐじょになってしまったんで、直さなきゃなと思ってて、昨日急遽直したんですけれど、残念ながらちょっと今、お尻のあたりが少しこう、嘘。じわりじわりとこう、冷たくなってきてるので、ちょっと今ね、気にしないようにしてるところです。なるほその上田は大丈夫ですか？ど。これはまだ大丈夫です。大丈夫ですか？買いたて、ああ、買いたてでもほら、そういう、ちゃんと、なんていうの？そうです。3ヶ月前ぐらい。あ、自分で買ったの？あ、そうです。あ、じゃあ大丈夫だね。某プロが買ってくるやつは、たまにほら、新品なのに穴が開いてるっていうパターンがそんなことありますか？ありますよ。OK。じゃあ、ちょっと、ブローイン12、なんだっけ ?125 って言ってたよね。なんか125で当たったっていうから、はいたまたま持ってたんで、これでやってみます。釣りはいつぶりですか？釣り自体は、何？ヒット？嘘。ヒットしたの聞けだよこれ。なんだよこマジか。そんなに当たんの？れ。二人が人同士で。ルアーが飛んできて頭に当たった？どういう釣りだよ。マジで？こういう遊びしてるの？ひどすぎる。ひでえな。大丈夫ですか社長？ひどいね。いや、つうかさ、みんなさ、ほら、それなりにね、長いこと釣りしてるんだからさ、人に向かって投げたりとかしないはずなんだけど、なんでそういうことをするの？そう、先週の土曜日ぶり、タチウオが釣れてるんですよ。おお、はいおかっぱりでね。はいおかっぱりでタチウオってなかなかほら、普段やらないから。はい。おかっぱりで何本か釣れたら、もう釣れたらすぐ帰れるじゃない。船だと、ね、釣れても帰りたいって言っても帰れないし、はいだったらいいじゃんと思って。はいで、タチウオを狙って行ったんだけど、はい全然タチウオのパの字もなくて、花いんのかよっつって、パッて明かり照らしてみたら、はい。アジがいっぱい泳いでて、おうおう。でもそんなこともあろうかと思ってアジの道具持ってたから、はい一回車に戻って、はいアジの道具を持ってきて、はい。で、そしたら1頭目でアジ釣れて、おお。これはもう、いただきだなと思ってやってたんだけど、はい。なんか群れが去ったら全然釣れなくなっちゃって、結局、何匹ぐらいだろう。タチウオを狙いに行ったんだけど、アジが多分5、6匹とかはい。釣れて。おかずはゲットしたそうんそうそうそう、ですね。ちゃんと。それで、一緒に行った人の分ももらったから、うん14、5匹いたから、はい。たたきとなめろうにして食べて。おお、美味しそう。いいな。なめろうとアジフライ。関西の人もなめろうとか食べるの？めっちゃ食べます。あ、食べるの？私アジ釣れたら一番にするかも。あ、ちなみにね、アジ泳いでるところに、はちっちゃいアオリもいたよ。い。へちっちゃかったけど、10センチ、10センチぐらいじゃないかな。え。へえ。どこですか？どこですか？どこら辺？木更津の堤防。木更津ね。行きたい。ちっちゃいアオリがいるってことは、そういうちっちゃいアオリしかいないってこと？でも大きいのもいる可能性あるの？アジがいっぱいいるから。もちろんいる可能性ある？いると思います。一段下とかもうちょい沖の方とかにそう。じゃあ、エギ投げないと。今度はエギの持ってこうか。はい。もうアジのタックルでいいんじゃないですか。2.5 号とか。 2.5 号って何が 2.5 号？エギのサイズ。あー、エギのサイズね。なんかちっちゃいやつをもうアジングタックルとかでやっても、それいいね。はい、いいと思いままあ、そもそもほら、エギとか、うんアジングとか、す。はい。そもそも俺向いてないんだよね。はいカウントダウンがもう、まどろっこしくても待ってらんないタイプだから。なるほど。はい。でもほら、堤防だと、フェリーあっても4、5メーターとか。そうですね。大丈夫。だから今度じゃあやってみようかな。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。でも、エギで釣ったことないんだよね。あ、本当ですか？じゃあもう今年ですね。今シーズンなんでもう。シーズンなの今？あ、そうですそうです。もう今あ、そうなんだ。シーバスと一緒なんですよ。大体春と秋。あ、そうなんだ。で、秋が小型で数釣りができて、今はい。春が大型一発狙いみたいな感じです。今、小型の数釣りシーズンなんだ。そうなんです。しかも関東が今年は結構調子があ、そう。いいみたい。それこそ木更津とかあ、そうなんだ。千葉とかいや、まあね。いや、なるべくやれば釣れるかもしれないけど、俺やっても多分釣れるな。大丈夫です。そうなの？釣れる。じゃあ一緒にやれば。あ、本当？プロに教えてもらえれば釣れるかもしれない。この前の釣り親父見ましたか？見たよ。あんな感じでみんな釣れる。本当にもうなんかてきめんね。ほら、教えてもらうと釣れるみたいな。親父が
釣れちゃってるからまたちょっとそれでまあイラッとはしたけどそうなんです。皆さんすごい。でみんな釣ってたよね。はい。タチウオも釣れてたしね。美味しいのばっかりじゃん。そうなんですよ。本当にあの日は良かった。森さんは私一回しかお会いしたことないんですけど、マジ何喋ればいいですか？何喋ればいい？はいいやアドバイス。アドバイス。はじゃあまあ、はいまず、あれだね。してて堤防から落ちたことありますかってそっからだね。うん、ああ聞こえちゃった。まずそっから。わかりました。うん、大丈夫。失礼なやつってなりませんか？ああ大丈夫大丈夫大丈夫ですかうん。なんか工藤さんから聞いたんだけどっつって、はい言えば、工藤さんが工藤さん。わ工藤さんのせいになるからか大丈りました。夫。そういう感じでお願いします。はい。ちょっとそれ気になるもんな。うん落ちたかどうかちょっとさこは。誰？みちさんすごっ。みち合わせしたんだろう。顔より曲がってる。釣れた？何センチ？超ちっちゃい。めっちゃ大きいと思ってたのに。マジか。あ、フック一本。フック一本、最初から一本だけ。あ、それ面白いよ。みちさん、すいません、逃げちゃった。嘘でしょ？ほんとほんと。残念。いつものことだから。2月全体で釣ってるから。なるほど。そう大鳥リースミキさんはね、はいシングルフッカーなんですよ。あ、なるほど。うん、だからね、フック1本とか釣ってるけど、最初から1本だから。なるほど、そういうことそうか。、 3本かかることないかなるほどら。そう、なるほどもともと1本しかないんだから。あ、わかる。そうそうそう。もうわけわかんないから、本当に。そのスリルがたまらないっていうね。そ森さん、ちょっと撮ってもいいですか？いいっすよ。トークを。お久しぶりですね。なんか工藤さんから聞いたんですけど、堤防から落ちたことがある。気のせいじゃないかな。そう、実はね、一回落ちたことあるんですけど、僕の釣り人生で、はい一番の大失態ですね。はいそれ喋るの？あ、全然釣りしながらでいいですよ。釣りしながら。そうですね。はい。落ちました。ちょっと木更津のこう岸壁で、普通にこう歩いてたのね。はい。ちょっとポイントをずらそうかなと思って、普通に岸壁の上をはい歩いてたら、はいいきなり岸壁がなくなった。気づいたらドボンと落ちていたと。要するに岸壁に上がって、はい。助けられて、はいまあ、工藤さんにロープで引き上げてもらったんだけど、で岸壁に上がった時にこう、なんていうのかひざまずいてる写真ははい彼が持ってます。なるほど。はい。それは釣り親父で行ったんですか？釣り親父以前ですね。もうだいぶ昔の話なんで、へーどうやらもう10年以上前の話かな。はい。で、3人で釣り行ってたんで、はいまあもちろんすぐ近くにね、2人がいるんで、はい。まあ助けに来てくれるだろうと思って、はい。落っこった後にすぐ近くにはい。ちょっと頑張って泳げば上がれそうなところがあったんだけど、おー、はい。まあそっちまで上がらずに、はい。ちょっと待とうかななんて思ったら、はい。 2人ともどっか釣り行っちゃって、はいなかなか帰ってこなくって、はいで岸壁の下に岸壁を作る上でのその柱みたいなのがあって、はい。そこの柱にこうやってずっとしがみついてなるほど。ちなみにロッドはちゃんと持ってました。あ、よかった。はい、スマホはなんかなくなってました。へえ。なんかちょっと少し物なくしたのかな。はい。はい、そしたらまあ工藤さんがなんかすごいぶっとい縄を見つけてくれて、はいそれをちょっと腰に巻いて、上から2人で引き上げてもらった。はいもうあれからなかなかちょっとこうフェンスのないところは怖いなと、なるほど。はいフェンス越しで釣りをしてると最近は。それで何年も経っても言われてしまうというこそうとですね。未さだにいじっきもね。られるという。なるほどねはいそういうことありますよね。ありますよね。まあ自分の前でね、昭和から落っこったって人はちょっといないんだけど、うん船から落っこったって人はね、うん意外といたりとか、ありますか？はい、ブルブルの吉沢達郎君とかね、そうなんですか？はい、シーラスに行った時に自分の目の前で船から落っこったことがなんで落っこつんですか？あれね、船から。なんだったかな、誰かが魚をつけてファイトしてたかなんかわからないけど、ちょっとこうかわそうとして、うんちょっとこう船べりというか、うんうん行った時になんかバランス崩して落っこっちゃったり。へえ。もう普通にズボンと落ちてて。はい、まあ海はね、はい。釣りは危険が、つきものそうなんで、ですね皆さんも安全に、そうですはい、ね。もうちゃんと安全装備をしっかりつけて、はいまあ、楽しんでもらえそうですね。たらなと、はい、思います。ありがとうございます。ちなみにさっきミキさんにニット帽を釣られました。
そんなんか言ってましたね。そんなことあるんですか。あるんですね。こんな横に並んでいて。そう、はい横に並んで釣りしてたら、はいルアーが絡んじゃって、はいお互いのルアーが、はいそれを外そうと思ったらなんかルアーが飛んできて、なるほど、そういうことか。帽子大事です。はい帽子大事ですね。帽子大事です。ねはい。メガネも大事ですよね。はい目ガードできますもんね。そうね。今日は当たりは今日は当たりは今のとろころはないですね。ない。うんないみちさんみちさんが隣で釣りましたけど、はい。はい。で、みちさんに僕も釣られましたけど、それぐらいですかね、それぐらいです今日はね。まあなんかあんまりベイトはパラッパラ入ってきてるんで、はいちょっとベイト触ったりとかはしてるんで、うんまあなんかのタイミング下げ、今止まりなんですけど、まあどこだろう、トップで釣れなければ上げっぱなとか、うんちょっとうんそれをうん。行きたいってところですかね。そうですね。まあ、さっきね、クリスさんとウェーダーの話あ、はい。してたと思うんですけど、はいね僕もちょっとウェーリング久しぶりで、ちょっと2年ぶりに2年ぶり。ウェーダー出してきたんだけど、はい。やっぱ品質のいいウェーダーは大丈夫ですね。クリさんだってお尻冷たいって言ってましたもん。ねお尻大丈夫なのかな。あ、こっちはチャリさん？あっちは誰だ？チャリさん。チャリさん？おうチャリさんどうチャリさんどですか？う？ウェーダーの具合はいい具合に持ってる？浸水してる？腰に新たな何かあ、本当に。なんだろう。気をつけて。そう、ちょっとね、はい本当にウェーダーとかもね、他の部分とか結構劣化しちゃったりするから、そうね僕もおどおどしながらこう入ったんですけど、はい。よかったです。大丈夫でした。久しぶりにみんなとこう釣りできるっていうのを今日は楽しみに。そうですよね。親父で一番出席率悪いですけど、可能な限りはい参加したいと思いますので。来てくださいまた。はい、よろしくおお願いします。願いします。ありがとうございます。するぞー。するぞー。なんだっけ、気持ち悪い気持ち悪いで大騒ぎした時が。で、ほら、俺もね病院にね、病院ね病院に連れてったよね、運んでったことあるよね。ちょっと俺その写真持ってるけど。お互いそう車椅子に乗った写真。どこだっけ場所、病院。日光だね。日光か中央病院だっけ？そう、日光中病院だっうんけ。そう、にちょっと連れ込んだことがあって、で、車あ椅子でれはね運ばれるって、なかなかビビっね。たよ。本当にビビった。じゃあ帰ってきたじゃん。うんで、ほら、結局さ、その後病院行ったらさ、まあまあ石だろうとは言ってたじゃん、俺も。そうだねほ。ら、網何？網だね、網だね。あ何網。あ、すごいすごいすごい。網。何これ網エビの赤ちゃん。あ、す網がごい。これライトでね、うん寄ってきてるんですよ。まあまあまあ、うん親戚。そう、これライトで結構集まってくるの。いっぱいいる。そう。でさ、ね帰って病院行ってさ、まあ石かなと思ってたの。うん。うん。で、まあやっぱり石だったんだけど、ね7ミリが2個あるねって言われて。石持ちなのよ。うん。泊まりでね、渓流、ね、トラウト釣りに行った時に、あれは宿だっけ？うん宿そうそうそうで次の日の朝かなんかだけ泊まって、そう。で、調子悪いっつって前日は始まって。調子良かったんだよね。うんで、夜食って、いや、俺、ほら、肉作ってったじゃない。そう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 。だから俺、食中毒食らったかなと思って、うんうんで、みんな食べたけど、みんな大丈夫かなんてやってたんだよね。俺一人だけ胃が痛くてう、んうんうん。でもう猛烈に胃が痛いの。はいでもう戻しちゃって。はい。ねでえ、みんなまあ大丈夫って言ってるから寝てる間、俺ずっと朝までさ、はい。夜中一人でうろうろしてさ、はい。トイレ行って、ゲロ吐いては、寝ようと思って寝室行くけど痛いからまた起き上がってって、30回ぐらいやっててね。ね。で、朝2人起きてきて、はい。工藤さん何やってんのみたいな。僕死にそうですみたいな。はい。でも釣りどころじゃないねちょっとうん病院行こうっつって病院行った方がいいよっつって。はい。病院に運び込んで。運び込まれてよくわからないとか、なんかすごい病気の名前言われて、へえ。これだとうちでは見れないんで、はいって言われた段階で、ちょっと痛いところが変わってったから、おお。俺の中では、これは石だと思って。おお。間違いねえと思って。はい。でね、まあまあけどしょうがない帰ろうっつってね。そうだね、大抵ね。そうで山降りて帰って、その日の夕方っていうか夜にうん近所の病院行って、うんこれ多分石だと思うんすけどって言って取ったら石だねっつって。ただね、7ミリのが2個ある。 7ミリ？結構でかいんですよね。結構でかいよね、7ミリってね。やばいよね。そう、もう超音波で砕かないとダメなの。え7ミリ以超上だまで届いたのあれ。だけど、7ミリギリギリ出るかなみたいな。ええ。で、大体毎回そうなんだけど、うん石って検査すると1万円かかるの、なんだかんだ、エコーだなんだね。なるほど。で、その次の治療となるとまたすげえかかるじゃん。うん。で、もうね、慣れてるから、もうん。う石だって分かった瞬間に、うんもうこれ痛いだけだからいいですっつへって、え。帰りますわっつって。うんこれ、毎回
回この話すると全部カットだからね。あ、そうなんです毎回カットか。毎回あ、もう、そうなの今日初めてじゃないんだよ、語ってんの。そうあ、そうなんですか。じゃあ今回もカットで。毎回カットされるショからートバージョンで、ショートバージョンとか。でもね、尿管なんか結石の話。そうそうそう。でもね、病院行って簡単に検査してもらったような感じで、今話してたけど、うんコロナがね、まだ、あこう、そうだよね流行った時だったから、なかなか大変で、そうそうそう受付から。へえ。病院もだって入れなかったもんね。そうだよ、入れなかったもん、俺ら、付き添いは。うんでもう外の車で、はいもうひたすら待つだけ。 3時間ぐらいじゃそう、ない。 3時間ぐらい待たされたからね。9時に行って出所したの12時ぐらいだったもんね。そう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 。でもうこんな時間から経由やってもねっつってね、そうそうそうもう帰ろうかっつって。もう今日は釣りしないで帰ろうっつってね。本当にご迷惑をかけてすみませんでしたねそれで最終的に出たんですか。あ、出た。でもう嬉しくなって、うん割り箸でトイレとかで拾って洗ってこんなでかいの出たよと。そう出たよっつってガマカサのフックの隣に並べて写真撮ってなんかあったで、フェイスブックに上げてそうだよね。そうだよね、なんか。見たい。出たよ見たいって。後で。もうこんなものが出てくるんだみたいなね。すごいそれちょっと気になあれぐらる。いからバイクのレース復帰し始めて、うん減量し始めたじゃない。あ、そうだよね、ちょうどね。そうでやっぱりね17、8キロ痩せたから、うん全然そうできなかった。なるだからやっぱり肥満なんだね、あれね。で、尿酸値が高かったから、うん尿酸値もぐっと下がったの。で、大好きだったラーメンと、ほど。うん。パスタと納豆ご飯を1日3回だったのを1日1回にし一て、日3回ってどういうことよ。営業だったからさ、ん劇的に効くのがお昼ご飯をうんコンビニが多かったんですよ。あコンビニ弁当と汁物が欲しいからカップラーメン、それを全部やめて、ーうん。お昼はサラダとうん汁物のカップラーメンのちっちゃいやなるほど。つにした。なるほど。でも、そこの生活をちょっとこう正すと結構変わる。全然違う、ね全然違う、変わってそうだよね。昔ほら会った頃なんてさ、一緒に平鈴木行ってもさ、磯のさ、この五郎太のさ、うん。石の上をこう歩いてたじそうだね、歩いたゃん。ね。だんだんさ、うん歩けなかった石の上が歩けなくなってさ、うんこの地べたを歩くようにはいはいなってさ、はい。最後こう芋虫みたいに四つん這いになって、うん、なるほどね。でそれがねやっぱり痩せて体重やっぱり本当15キロパッと落ちた時に、いつも店行ったの、うん東吉野うん。でほらあそこすごいじゃん抜けるじゃん水が抜けるね。あの俺岩の上流されたもんねやっぱこう一回ね流されてたねねうん流されてたね流されたね。大体みんな写真押さえたりそう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 。みんな写真押さえたりもうなんだかんだほら、付き合いがもう長いから、いろいろとあ俺るよね。ねいろいろとね、まあ本当村岡さんのおかげでみんな出会っみんなた中で出会った中でね、本当ここもねよく来たしねよく来たよねよく来たし一緒にねうん二人でね、うんねでね釣れたよって村岡さんに教えてね、ね。うん、ずるいとか言われてね今日なんか全然。今日はね多分メンツが悪い結構大集合。そうだね。全部揃っちゃってる前田さん以外？そう前田さん以外、うん。全員揃ってるね。すごいですね。大集合してますね。森さんと釣りしててやっぱ一番面白かったのはやっぱりあれだね木更津の堤防かなさっきの話です。さっきの話さっきの話です。はい伏線回収。写真がやっぱり一番俺集めいろんな人の集めてるのね、はい無様な写真、うん。クリさんなんかもはいある湖ではい行った時に湖沿いをこう歩いてこうブラックバスを釣りに行くんだけど、はいここのワンドのこうショートカットしたらダメだようんうん。ズブズブだからねって言ってんのに、はい。もう我先に釣りたくなって行ったら、もうズボッと埋まって、腰まではまってた。へえ。怖いよね。でねなんかこぬたぬたのうところにね。ちょっとこう離れてて暗い時間だったからライトがついたり消えたりするのね。そこの場所でその動かないんだよね。で俺らもういつも俺と森さん行ってる場所だから分かるからあれハマったなっつってしばらくほっとこう。そうそうそうひどいそうそうそうひどい。あれは受けたよね。であれは受けた30分ぐらいしてね、ん2人で50センチぐらいのブラックバス釣って、あそうー釣れた釣れた、そろそろ行くかって言ったらね、もうね、そう。腰までハマっちゃってほっる。こりハマって、もうどうにもならない状態で。面白かったね。面白かったあれね。面白かったね。釣り人あるあるの我先に。はもう釣りたい欲に負けて。なるほど。そうバチが当たった。村岡さんと大野くんはやっぱりね、取らせてくんないよね。あ釣りビジョンの姿勢で、うん川があって、泥のさ、えぐれてるこういう際に立ってるしだから、俺下流側にいたの。で、あと一歩二歩で落ちるだろうなと思ったら、そしたらやっぱさすが村岡さんだったら、もう俺も、もうカメラ出す準備したの。もう構えてたんだ絶対来ると思って。来ると思って。うん。来るなと思って、もうこっちはこっそりカメラも構えてたの。うん。で、こう、あ、こっちだ、来るって思ったら、うんくるんっつってさ、うんごめんねとか言いながら、うん。
かわしてたと。そうなるほど左足が崩れて上流でうん下流でこういうふうにやってるじゃん、で左足がガサって崩れたので川にこうドボンって落ちるかと思いきや、んそのまま危ねえとかってなってへすごすごいね。すごいね。危険察知能力が残念。ね。大野くんはダメだよ。全然ハマんない。あいつはまんないね。罠にもハマんないし、適当な写真撮ってみるかって見るところもそれでもうカットがかっこよくなっちゃうじゃん。ね一回だけでもこういう時あったよね。今踏んでるって。今今踏んでるって俺の肩触んないでくれみたいな。その踏んでる足を上げたらどこに行くんだそのやつはみたいなね。ちょっとそういうことが一回ね。踏んでるそう今踏んでるっていう時は一回そう一緒にウェディングしてる時に怖いそんなことが。変な写真撮ってまあでも表に出すわけにもいかないしね。でも唯一も年取ったな。なんだかんだほらもうだって十何年もう20年近いのかな。 20年近いもんね。相変わらずけど大野くんは頑張ってるよね。なんか偉いなと思う。うん、そうだね。釣り場行って釣りして、ちゃんと魚でね。そうだね。魚相手にやってるよね。それで物も作ってるし、まあよく考えてるよね。頑張ってるよね。あれオーシャンマークどうなんですか？何が？オーシャンマーク。オーシャンマークも頑張ってるよ。オーシャンマークもう現場型でうちもやってるんでそういう意味では。そうだよね。もうそこは一番でね、やっぱりこだわり。大塚さんがすごい嬉しそうに釣りしてるよね。そうね。うちの会長です。あはい。森さんまあね。開発の方もやってる。そうだね。いいよね。そうだね。そうだね。なんかみんな偉くなっちゃったね。みんな偉くなっちゃったよね。なんか本当に。本当そうだよね。みんな偉くなっちゃったよね。釣り親父は。偉くなったし。うん。社長さ。そうですよね。社長さんが多いですね。なんか社長が一番自由。自由がない。ね。大変ですか？ね、休みないよね。うん、そう、休みっていう概念がなくなっちゃう。まあ、なくなっちゃうそうなんだよね。サボろうと思ったらずっとサボれるのかなと思ったけど、サボれなかった。サボれないよね。全然サボれない。まあけどね、そのおかげでこういろんなこう勉強もさせてもらえるし、なかなか普段経験できないね、こともいっぱい経験させてもらえてるから。業界的にはどうなの？業界的にはね、まあちょっと厳しい言い方をすると、まあ、うち自動車が 40% ぐらいの売り上げなんですよ。なるほど。で、その営業そのまままだやってるの。で、そこはまあいいね。で、売り上げはだから立つんだけど、そこからじゃあどうやって利益に結びつけるかっていうところが、ちょっと厳しい、いろいろ厳しいところあるから。で、これってやっぱ強いじゃん。それをしっかりアピールしていくと、やっぱ仕事はくれる。まあそういう意味ではすごくいいかな。まあ頑張っていかないとね。ね、なんか話がね、なんかおかしな方向に。居酒屋居酒屋とかでバトンタッチということで。もういいよ、帰って。でもさ、ほら、ちょうどさ、タイミング的に今、潮止まりだから、試合はまあ30分後ぐらいからだから、今から、はい、30分頑張ってください。お願いします。ありがとうございます。みちさんゲット。ブローインでかっ。 125。お、125。やりました。おお、すごい。ありがとうございます。なんかすごいレインボーみたいな。おお。でかいですね。いいサイズ。いや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 。みちさん。いや、ひどい。村岡さんのくせに。いや嬉しいですね。ブローインの125のホット系ですね。小さいのは持ってきて。逃がします。でかい。でかいでかい。キビレじゃないかな。黄色くの。いや。あ、でもキビレここちょっと黄色い。ああ。ビレなの相当でかい。いいですね。これがさっき何枚見たっつってたの、これかな。いいじゃないですか。俺とボンさんはね、絵に合いすぎて、あっち左サイドは危ない。もう危ない。両手いっぱいの飛び絵とか言ってさ、3、4枚近く止まってて、まず観察してて、一回もう両足で乗っちゃって、いきなりブワーンって浮いて、危ないみたいな。いやー、それ見たらうせますね。ちょっとやられる。あ、てか上げ出したね。さっき村岡さんの方に行こうとしたら1個スリットがあって一人で水没してたんで、あ、そうそう、そこちょっと深いんだよね。こう右からも左からもあるんだけど、真ん中だけ深い。近くにいるから行こうかなと思ったら一人で潜ってました。誰か釣れた？みんな芝釣れた？当たりないですね。じゃあボンさんに。僕
君さっき魚見て逃げたのは140センチで、40センチぐらい。でもこの後の味早い。おお。味塩だって5分でこんだけ流れ出したから。もう試合待ち。クリスさんおめでとうございます。あざファーストキャッチ。今、ヒロボンちゃんがスネコンで当たったっていうから、今、スネコンにしたんですか？お調子いい人にほら、連れてる人に真似して。で、1投目。そう。すごい。1投目。サイズはそんな大きくないけど。ああ、いいですね。まあでもね、一応釣れましたね。みんなね、きっとね、釣れ出すと思う。はい。はい。はい。ありがとうございます。おめでとうございます。50あるかないかぐらいか。ああ、すごい。ありがとうございます。はい。お願いします。はい。入ってた。元気に。おお、ありがとうございます。この調子で。頑張ります。お願いします。クリさんまた釣った。チヌ。こんな夜にもチヌ釣れるんですね。釣れるね。スネコン2連発。こんな感じ？おめでとうございます。ありがとうございます。綺麗。綺麗な。チヌ。あ、キビレっぽい。あ、キビレだね。キビレでした。はい、ありがとうございます。元気元気。おおお。キューいったよ。もう一発お願いします。よく竿を落とすんだよね。落としてましたよね。それを気をつけないといけない。ところで今日さ、シラスを持ってきたんだよ。おお。さっき駐車場で会った人には言ったんだけど、はい、欲しい人希望の人でじゃんけんしてくださいって言ってあるから、じゃあそこに加わってくださいよ。はい、もう私しらす大好きなんですよ。マジで。ほんで、じゃあもう本気でじゃんけんしちゃって。もう本気のじゃんけんしますよ。だって私最近、もうめっちゃ奮発して、めっちゃちょっとの国産しらす、298円、買いましたもん。マジか。はい。たっけーと思って。今日持ってきたのは、はい、1キロだから。1キロあるからさ、もう1キロもいらないんですけど。TKG にもうしらすぶっかけて食い放題ですよ。いや、もう 100g でいいんで、私。はい。一人なんで。もし万が一じゃあじゃんけんで負けたら、ちょっともらおうか。バーンってこうチョップすれば割れるから。なるほど。万が一負けたらじゃあそれでいいんじゃない？そうですね。ちょっとチョップさせて。ちょっとチョップしてちょうだいって言っていただきますね。嬉しい。じゃあもうしらすゲットしたようなもんじゃん。はい。ね。もうちょっとだけでももらう。1キロ食べきれないんで。見た？やったー。来たー。来たな、森さん。ルアー何？なんだそれ。なんで秘密って。森。捨てに行きますか？オーシャンドリップで取りますんで。あ、なるほど。これ重量感すごいんだけど。そんなでかいの？すげえかもね。あ、そっちか。エラ洗いしないんだけどさっきから。クリさんの方行った、クリさんの方行った。あー、こっち来てるよ。危ない危ない。ちょっとエイじゃねえのこれ。エイかもしんねえ。やめてくれよちょっと。俺の方に来ないようにやってて。頼むって。いや、シーバスなら救うけどエイは救わねえよ。いや、それエイだって。張り付かないんだよね。張り付かない？あ、じゃあエイじゃないか。あ？食った。売れまくりじゃん、ちょっと。なんかすごくない？なんだこれ。俺知らないやつだ。なんか暴れ方が怪しいね。その暴れ方見たことねえ。本命でフックが回っちゃってるだけ。なんだ。わかんでたもんだって水面。森さんが釣りました。70ないかな。すごいでかい。すごーい。
ました。すごい。ちょっとフックが回っちゃって手こずっちゃったけど。あ、でかっ。すごい、でかい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 。おめでとうございます。本命だよ、本命。でかいです。はい、こんな感じで。イエーイ。70ぐらいかな。意外とちゃんとしたシーバスでした。ルアーは何ですか？ルアーはね、台湾のソラリアっていう大野祐樹君が作ったへルアえ。ーですね。すごくここ、いいの？干潟とかでトップ？相性良くてトップじゃないんだけど、はい。水面50センチぐらい下をロールして。へえ、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、いい感じありです。がとうございます。形にできて。でかいの召したいただき、イエーイありがとうございます。盛り上げてほしいね。でも森さんのはでかかった。大きかった。めっちゃでかかったです。森さんのところに大きいの集まってくるんだよね。昔からランカーハンターだからね。冗談だけど。で、ここで90使ってたんです。その時隣にいたから。あ、そうなんですか。そう。生後ばっかり釣れるねって言ってたら、一人90。うわー、すごい。チャリさんと俺と森さん3人で歩きながら。隣の距離なんて5メートルぐらいしかない。森さんだけ大きい。すごい。いやいやいや。レモロサイズだね。一番貫通するやつだ。あ、皆さん終わりですか？心折れてきた。終わり？航路やりました。お疲れ様でした。怖いんだよ。映画。すげえの、本当にあっち。ね、怖いですね。めっちゃいるの。めっちゃいました。